じゃあ始めますね。はい、ですね、本日は開業についてお話ししたいと思います。で私はですね、金子雄一郎と申しまして、インターネット上ではフクロウのアイコンで活動しています。でトレジャーデータという会社に勤めていて、普段はエンジニアリングマネージャーを実はしています。で今年もですね、トレジャーデータゴールドスポンサーを務めています。拍手ですよ、ここは。はい、ありがとうございます。はい。で、3日目の夜にドリンクアップをやるんですけれど、まだ若干余裕があるので、もし3日目予定がないよって人は、ご気軽にご参加ください。トレジャーデータですね、今社内にコミッターが5人在籍していて、うち3人が同じチームで働いている楽しい職場です。今年もですね、いろんなチームのメンバーが参加しているので、もしトレジャーデータになんか分かんないやとか知りたいなってことがあれば、捕まえて聞いてください。で、僕自身はオープンソースの方では CRuby のコミッターをやっていて、パーサーとあとパーサージェネレーターの開発をやってるんですけれど、なかなかこの2つを同時にやっている人はそんなにいないんじゃないかなと思ってます。で、いくつか他の呼び方があって、The Bison Slayer とか、The Parser Monster とか、パーサー界の黎明鏡とか呼ばれてたりするみたいです。好きなパーサーは LR パーサーです。はい。では本題に入りたいと思いますが、早速ですが Ruby のコードを見ていきたいと思います。これは、P というメソッドを2回呼び出しているコードですよね。大丈夫ですよね。で、1行目では引数が1、2行目では引数が2。特に問題ないですよね。はい。Ruby はこういうふうに意味のある塊を開業によって区切ることができる言語になっています。これはっていうと、これは1たす2っていうコードなんですけど、これも特に問題ないですよね。大丈夫ですね。でこの2つのコードには実は結構違いがあって、最初のコードって開業によって1行目のメソッド呼び出しと2行目のメソッド呼び出しが分けられてたんですけれど、2つ目のコードって1行目と2行目を合わせて1つのコードになってるんですよ。言い換えると2つ目のコードって開業が無視されたような挙動をしてるんですよね。で、本日は Ruby における開業っていうものを詳しく見ていきたいと思うんですけれど、果たして Ruby の文法における開業にはどんな原理原則があるのかという話をしたいと思います。で、この話コミッターの AKR さんとは何回かしたことがあって、以前 AKR さんが X でこんなことを言ってました。Ruby では原則として文が終了できるところに開業があれば文が終了することができると。で、これは果たして正しいのかどうか。これが今日のお題です。いくつか例を見ていきますね。最初はメソッド呼び出しです。でこのコードは1行目は引数のないメソッド呼び出しとして、完璧な文なので、2つのメソッド呼び出しとして解釈されます。アーグを引数に取った一つのメソッド呼び出しではないんですよ、これは。これはだから原理原則通りに動いてます。で次は、引数のあるメソッド呼び出しについてなんですけど、カンマの後ろでわざと開業してみると、この場合ってカンマで終わることはできないから、2行目の内容を引数として、要するに開業を無視して扱うことになります。でこれも原則通り動いてる。で二項演算。これも、1プラスっていうのはシンタックスとしてはおかしいので、2行目の2までを含むように解釈されます。やっぱ原則通りなんですよね。単項演算子はっていうと、これもマイナスだけ存在することはないので、これも2行目のSTR かまでを含むように解釈されているから、これもどうも原則通りだと。念のため3項演算子を今度見てみると、これも3項演算子ってコロンの後ろの式までが一つの塊としてセットなので、その途中で区切れるようなことは起こりませんと。やっぱ原則通りなんですよ。というわけで今日の発表を終わるわけにいかないのは何かというと、いくつかの例を見たところ、仮説は正しいように見えるんですが、Ruby すべての文法に例外はないのかっていうのが分かる人がこのようにいるかっていうと、Ruby の文法なんですよ、今日の話って。絶対どっかに罠があるっていうのは僕は経験則から知っているんですよね。あるに決まってんじゃん、そんなの。で、なので今日のお話なんですけれど、最初にいくつかのちょっと重要な概念を、論理的な概念を見ていった後に、実際に開業が今どういうふうに扱われているかっていう内部実装の話をちょっとして、最終的に仮説を検証するっていう形で Ruby の文法における開業とは何なのかっていう話をしていきたいと思います。で、Ruby の実装の話に入る前に、プログラミング言語を取り巻く4つの重要な概念について簡単に触れておきたいと思います。4つっていうのは、言語、文法、オートマトン、そしてパーサーです。まずはランゲージ、言語ですね。言語っていうのは何かというと、文字列の部分集合のことなんですよ。もしこれが分かりにくければ、世の中にはいろんなコードと言われるものがある中で、あるものだけが Ruby のコードなんですよね。例えばこの右に書いてあるような、C 言語っぽいやつを Ruby に渡すと、シンタックスエラーだと怒られるわけですよ。これは Ruby という言語に属してない文字列ということができます。で、世の中にはですね、一見してっていうか何回見ても絶対こんなの Ruby のコードじゃないみたいなやつもあるんだけど、実際は Ruby の言語に属してますっていう例もあるし、これ今日の最後のセッションで多分こういうコードが嫌というほど出てくると思うんですけれど、一方で、一見 Ruby のコードに見えるんだけど Ruby じゃないものっていうのも当然あります。で、言語っていうのは無限集合なので、具体的なコードの例をいくら挙げたところで Ruby っていう言語がどういうものかっていうのを定義することはできないんですよ。どうやって定義してるかっていうと、グラマー、つまり文法というものを用いて定義してます。文法っていうのは言語を定義するための有限のルールの集合なので、これは記述することができるんですよね。
Ruby の例で言うと、if っていうものを表すコードは右のようにも無限に存在するんだけど、これを統括しているルールって左側にある1個のルールで統括してるんですよ。で、この分法を定義してあげると、あと言語にその構造を与えることができて、1+2×3 っていうものは 1+2 に対して3をかけたものでは当然なくて、2×3 に1を足したものだっていう構造を持つことが、これは分法上定義することができます。で、次にオートマトンなんですけれど、こいつはですね、ここでは有限オートマトンという一番シンプルなものを考えたいんですけれど、オートマトンっていうのは Q と、シグマ、それからデルタ、あと Q0、F の一つ組でみたいな話をし始めると、多分眠くなるので、この時間は。自動販売機の例をちょっと出してみましょう。110円でジュースを売ってる自動販売機。ここで買い物するとき皆さんどうするかっていうと、100円玉を入れて、10円玉を入れて、購入ボタンを押すじゃないですか。お釣りとかちょっと対応してないんで、ちゃんと100円玉と10円玉を1枚ついてください。でこの自動販売機をオートマトンとして捉えてあげると、入力としては100円玉と10円玉、それから購入ボタンを押すっていうアクションがあって、開始状態としてはお金が全く入ってない状態。で、最終的には効果が、このコインが2枚入ってて、購入ボタンを押したって状態に行くと、ジュースが手に入ると。ってことは、これは5つの状態を持つオートマトンとして表現することができるんですね。で、ある状態において次にどんな入力が受け付けられるかっていうのは、今どういう状態にいるかによって変わってくるんですよ。例えば100円を投入した後っていうのは、10円玉は入るんだけど、100円玉は入れてもしょうがないし、購入ボタンを押してもお金足んないから全然生反応しませんみたいな。だからこの図を見てわかるように、この時は、10円玉を入れるっていうことだけができるんですよね。で、こういうふうにオートマトンっていうのを扱うと何が嬉しいかっていうと、オートマトンっていろんなことが研究されていて、例えば非決定性有限オートマトンを決定性有限オートマトンに変換する方法っていうのは知られてますし、最小の決定性有限オートマトンっていうのは必ず1に定まることが示されてますし、あと2つのオートマトンをくっつけて1つのオートマトンを作ることができるみたいな話をしようかなと思ってたんですけど、今日の午前中藤波さんの話を聞いていた人はオートマトンの研究の話だったんであれば、オートマトンがいかに研究されているかっていうのは分かったんじゃないかなと思います。で、今回ですね、本屋さんの方にもオートマトンとか、あと形式言語の書籍をいくつか用意してもらったので、興味を持った人はこの後買い物に行っていただけると僕はすごく嬉しいです。で、ここまで自動販売機の話をしたけど、パーサーと何の関係があるねんって、別にパーサーと自動販売機は全く関係がないんですけれど、パーサーとオートマトンの方は関係があって、パーサーの実装とオートマトンなんですよ。で、例えば、クラスの定義を1個だけできる言語っていうのを考えましょう、シンプルな例として。これはクラス A エンドっていう文字列なんかがたまります。文法的にはそのクラスっていうのがあって、その次にクラス名を表す ID、アイデンティファイアが来て、最後にエンドが来るっていう文法なんですけれど、これをオートマトンとして表すと、右の図にあるように、クラス、ID、エンドを入力として受け取る4つの状態を持ったオートマトンになります。で、これがどういうふうに動くかっていうと、一番最初は P1 っていう状態にいるんですけれど、この時、次に来るインプットがもしもクラスであれば、次の状態に移ります。もしも ID とかエンドが来ちゃったら、オートマトンの遷移する先がなくなっちゃうので、これは何を意味しているかっていうと、シンタックスエラーを表しています。で、次にじゃあ P2 の場合はどうなるかっていうと、この場合はID、クラス名が来たらば OK だし、それ以外だったらシンタックスエラーになります。P3 は同じなんでいいんですけれど、P4 に来た時を考えると、もう最後まで来てエンドまで読んじゃったので、これ以上トークンが来ない、入力が来ないことをもって全体が終了する。もし入力が来ちゃったらば逆に遷移できなくなっちゃうからエラーになるって感じですね。簡単な文法だったらこれでいいんですけれど、プログラミング言語って大体複雑で、複雑って何かっていうと、無限回ネストした構造を持つことができるんですよ。というわけで今回クラス定義をもっとネストできるようにしてみました。で、ここでのポイントは、ネストしたクラスを解析するときって、その都度ルールに応じたオートマトンを新しく作っていってパースを行っていくっていうアプローチを考える必要があって、今例えばこのクラス A までパースが終わったときに、下の方の青いオートマトンで C3 の状態にいるんですよ。ここで次にこのクラス B のパースを行うためのオートマトンっていうのをポコッと作ってあげて、こいつに仕事をさせます。こいつがクラス B の最後まで読み終わったらば、見てある通り右下のオートマトンっていうのは受理状態、最後の状態まで来たので、これを一旦ポップしてあげて、元々のオートマトンの状態を一個右側に遷移させてあげる。こうやってやっていくとネストしたものが無限に解析可能になるっていう感じですね。で、ここまでをまとめると、パーサーっていうのはトークンを入力として動くオートマトンと捉えることができます。で、こういうふうにスタックを持った有限オートマトンのことをプッシュダウンオートマトンというふうに専門的な英語では言います。で、スタックを使うことで、その無限回ネストするっていう部分をうまく処理することができるようになりましたね。いろいろパーサーっていうのは当然プッシュダウンオートマトンを使って実装されています。いろいろパーサーには2つの大きなアクションがあって、シフトとリデュースっていう動きをするんですけれど、シフトっていうのはオートマトンの状態を1個先に進める挙動のことで、リデュースっていうのはさっき言ったそのスタックからオートマトンをポップしてくるっていう挙動に対応します。で、ところでですね、LR パーサーってオートマトンを作成するってさっき言ったんですけど、もし複数のオートマトンが候補になるときにどうするか、正しいオートマトンを選ばなくちゃいけないんですけれど、今回のケースで言うと、例えば、ボディには2つのルールがあるので、入力がもしも左側の入力だったらば、クラスデフのオートマトンを選んであげなくちゃいけないし、右側の入力だったらば、空文字列を解析するオートマトンっていうのを選んであげる必要があるんですね。
で、これをどうやって選ぶかっていうと、この場合入力の次に来るトークン、今回のケースで言うとエンド。こいつに注目をしてあげて、次がエンドなんだけど、クラスデフを選んじゃうと、それ処理が進まなくなっちゃうって分かるので、空文字列のオートマトンを選んであげて、処理を進めてあげるみたいなことをします。で、こういうふうに次に来るトークンってすごく重要なので、この界隈ではルックアヘッドセットという名前をつけて、重要だっていうことを示しています。で、ちょっとまとめに入る前に一つ理論の話をしておくと、これ藤波さんの発表になったんですけれど、チョムスキー階層っていう概念があって、文法にはいくつかその強弱みたいな概念があって、強いものと弱いものって分けていくと4つぐらいの有名な文法のグループがあって、それは代償関係を成していて、それぞれは対応するオートマトンが全然別のものとして存在するっていうことが知られています。はい、で、まとめですね。言語、文法、それからオートマトン、そしてパーサーという重要な4つの要素を今回見てきましたが、この中で文法というものが言語のスコープ、範囲を定めているということが分かりました。で、また文法っていうのはオートマトンに変換して、そのオートマトンを使って文字列をパースすることができるということが分かりました。はい。では Ruby のパーサーにおいてですね、開業が実際にどう扱われているかっていう内部実装の話をちょっとしていきたいと思います。さっきからですね、オートマトンとパーサーの話をしているときに、なんかクラスとかエンドっていったトークンが自然界にぴょこぴょこと生えてくるような話をしてるんですけど、そんなことは全然ないので、入力された文字列をいい感じに意味のある塊、これはトークンなんですけれど、分ける項が必要で、それはレクサーっていうコンポーネントが普段になっています。で、Ruby の開業について考えるときに理解しなくちゃいけないことは何かというと、レクサーがいい感じにですよ、いい感じに開業を無視したり、無視しなかったりするんです、こいつ。一旦まず文法の方を見ていくと、ステートメントとステートメントを分割するためには、開業を使うと区切れることができるっていうルールにこうなってるわけですね。で、レクサーの方を見ていくと、これ具体的なコードなんですけれど、一番下にあるノーマルニューラインっていう塊に到達すると、開業トークンが返ってきます。一方で、GoTo retry って真ん中ら辺に遷移すると、これは開業を読み飛ばして次のトークンをレクサーが探しに行きます。で、これどうやって読み飛ばすかどうかを判定するかっていうと、一番上に書いてあるレックスステートってやつを見て判断してるんですけれど、レックスステートっていうのは13種類のフラグからなる非常に趣深いデータ構造で、実際にはさらにこのフラグを組み合わせて使ったりしています、我々は。で、今回開業に関係のある話で言うと、エクスプレッションクラスっていうのがいて、こいつはクラスのキーワードを読んだ直後っていう意味なんですけれど、この時は開業を読み飛ばすんですね。なので、ここに書いてあるコードはちゃんと動くんですよ。他にもエクスプレッションドットってやつがいて、こいつはメソッド呼び出しのドットを読んだ直後を表してるんですけど、こっちも開業を読み飛ばすから、このコードは動きます。問題っていうかその難しいのは、エクスプレッションビギンってやつなんですけど、これは Ruby の文法にそもそもエクスプレッションビギンってやつとエクスプレッションエンドっていう考え方があって、1+2 なんかを例にすると、こういうふうにビギンエンドっていうふうに状態が繰り返し遷移するようなのがわかります。で、Ruby のレクサーっていうのは、エクスプレッションビギンの時には開業を無視するんですよ。だから、このインプットは開業があるんだけれども、実際は 1+2 って書いたのと変わらないような挙動をします。一方で、エクスプレッションエンドの時は、開業のトークンがレクサーから返ってきちゃうんですね。なので、こっちの場合、開業の位置を変えた場合は、1+2 ではなくて、これは1とプラス2っていう2行のコードになる。で、レックスステートってご覧のようにそのトークンを入力として動くオートマトンとして考えることができるんですね。で、通常皆さんそのレクサーっていうのを勉強すると、おそらくこれは文字を入力としたオートマトンなんですよって説明をされると思うんですけど、Ruby のレクサーはそういう意味で二重のオートマトンの役割を担っている。ちょっと話がそれるんですが、さっきレクサーのところに例外的に開業トークンをわざと返している部分の分岐があったんで、これをちょっと説明しておくと、これは皆さんご存知の通り、メソッド定義の引数を囲む括弧がないみたいなことが世の中にあって、これ最後が必須キーワード引数の時に、開業を認識してくれないと、このバーっていうのが上に来ちゃって、デフォルト引数になるような挙動をするのを避けるために、ああいう分岐が入っています。で、レクサーは開業をうまくいい感じにしてくれるって言ったけど、いい感じにしてくれないケースもあって、例えば参考演算子のコロンの直前って、開業を書いても動くんですけれど、これコロンの直前って arg っていうルールなんですよ。arg って例えば 1+2 がそうなんですよ。1+2 ってさっき言ったように2まで読んだ時にエクスプレッションエンドって状態になるから、レクサーは開業を返してくるんですね、ここでは。で、こういったケースでは文法の方にも、ここには開業が来ても良いですよっていうルールを書いてあげる必要があります。で、参考演算子のちょっと調査をした時に2006年のメイリスを見つけたんですけれど、ここでも式が終了できない時は開業を無視するっていうような説明がされていました。なので、先ほど挙げた仮説を補強するような説がありますね。はい。で、ここまで説明をしていて、僕個人としてはレックスステートだいぶ難しいなと思ったんで、ちょっと他のコミッターにレックスステートってどう思いますかって聞いてみたところ、
こんなものわかるかっていう意見と、怖いから力がないにしてますっていう意見と、とてもじゃないんだけどレックスステートを全部理解して実装をいじってる人はいると思えないんですよねという意見が集まりました。でまたコミッターのスラックでなんかもうちょっと一言で表すいい表現ないってジェミニに聞いたコミッターがいて、ポエミーな表現でどう言うって言ったら、なんかレックスステートは東洋でいうところの気の流れだみたいなことを言い始めて、レックスステートは気かなるほどって思ったりとか、いやそうじゃなくてもうちょっと邪悪なんだよねあれみたいなことをインプットしてあげると、返ってきた回答がひどくて、開発者の理性を蝕むなくしがたい状態遷移、そうか僕は蝕まれてるのかっていう気持ちになったりとか、パーサーの深淵に潜むカオスへの扉みたいなことをもう言いたい放題言われていて、ただコミッターは誰も言い過ぎじゃないこれとか言わないんです。だからこれ多分当たってるんですよね。なんでそんなにじゃレックスステートがひどいかっていう話を、レックスステートというものが難しいかという話をすると、それはパーサーとレクサーが独立していることにあるんです。ここまで散々パーサーとレクサーは仲良く協調して動いてますって言ったけど、あれは嘘なんです実は。どういうことかっていうと、二項演算子のプラスの直前を今例えばエクスプレッションエンドという状態になりますってしたいとしましょう。そうするとこれ文法的には arg とプラスと arg っていうルールから成り立ってるんですけれど、この arg っていうのの最後に来た時にレックスステートがエクスプレッションエンドになってればいいわけですよ。これどうやってやるかっていうと、レックスステートはレクサが返すとトークンに応じて変わっていくから、arg っていうルールが終わるよっていう時に最後に出現するトークンすべてを考えて、それがエクスプレッションエンドに遷移するように調整していく必要があるんですよね。例えば整数リテラルなんかはそのパターンの一つです。文字列を集単するクオートもそうなんですよ。あとはif もそうだから、その if に対応するエンドなんかもこのパターンに入ります。でこれをちょっと今日はファースト集合に対してラスト集合ってちょっと呼んで扱っていきたいんですけれど、実際にこのラスト集合を求める際にはルールの最後の要素がトークンになるまでルールを展開していく必要があって、例えば arg ってプライマリーって別のルールのことなんです。別のルールになることがあって、そのプライマリーっていうのを何度か展開していくと最終的に整数とか小数のトークンになりますと。でプライマリーって他にもアレイのリテラルとかを含んでいるので、閉じたカグカッコなんかも含みますし、if 式も含んでいるので、エンドなんかもこのラスト集合に含まれますと。こうやっていろんなトークンを検証していって、その正しい集合を選んで、そこに対して状態遷移をエクスプレッションエンドにするってコードを書く必要があるんですね。で他にも今ルールに注目したけど、今度トークンに注目してみると、キャレットっていうトークンがあるんですけれど、これ普通は排他的論理和を計算するために使う二項演算子なんですね。で二項演算子なんだからプラスと同様に終わったその直後はエクスプレッションビギンにすればいいじゃんっていう話なんですけれど、キャレットって今パターンマッチングのピン演算子としても使われているので、これ単項演算子としても使われることがあるんですよ。で現状では別にこれが単項演算子として使われてもそんなに遷移上の問題は起きないんですけれど、もし今後キャレットによるレックスステートの遷移を変更しようと思った時には、その二項演算子としてのキャレットと単項演算子としてのキャレットのケースを両方ちゃんと考慮してあげないとなんか壊れたりするわけです突然。つまりあるトークンがなんか文法上全然関係ないところに使わせたりするっていうのがレックスステートのある種の難しさですね。他にも一つのレックスステートが複数の用途に使われていることが全然あり得て、エクスプレッションビギンって改用の判定だけじゃなくてバーをくっつけるか分割するかっていう判定にも使ってたりします。で、レックスステートを管理するときって、こういったいろんなことを考えないといけなくて、もしなんか抜け漏れがあるとどうなるかっていうと、なんかあるバグを直したんだけど全然関係ないところが文法上壊れましたみたいなことを過去何回かやらかしています。でここまでのまとめなんですけれど、Ruby のパーサーにおいて改用がどのように扱われているか見たんですけれど、そこにはレクサーというのが状態に応じてなんかいい感じに改用の扱いを定めていたんですが、いい感じというのはそのレックスステートという魔界のなんか冥府みたいなやつがいて、こいつを管理するのは人間にちょっと難しくて、ジェミニに聞いた感じカオスの扉なんじゃないですかみたいなことを言われてしまったというのが分かりました。ちなみに昨日たまたま中田さんに会ったんで、中田さんレックスステートどう思いますかって聞いたら、あれは必要枠だね。そう必要枠かと思って。レックスステートの共同ってどんぐらい理解してるんですかって。今はこの瞬間は 50% ぐらいかなって、忘れるのが前提だからさ、よくわかんないんですけれど、でレックスステート周りっていじるときどうしてるんですかって聞いたら、なんか影響を受けそうなところ一通り確認するんだけど、最後は勘だねって言われて、そっか勘かって思いましたね、昨日。はい。というわけで、カオスへの扉、元い深淵へ皆さんようこそ。我々人類は深淵の中で何ができるのかという話を今日はしたいと思います。いきなりなんですけれど、レックスステートが混沌だとすると、文法って秩序なんですよ。だから Ruby において例えば足し算を書くとこ書けるところは引き算も書けるんですかっていうのが気になったら文法を調べればいいんですよ、こういうふうに。これは他の二項演算子も同じで、他にも例えば仮引数のデフォルト値と実引数に対して全く同じものを書けるんですかっていうのは気になるじゃないですか、もちろん。この場合は文法を確認すればいいんですよ。同じように2つとも arg バリューっていうのを許可してるから、文法上は同じ要素がここに来れるっていうのが分かりますと。
問題一回整理しますね。レックスステートがカオスで何がいけないかっていうのを疑問に思っている人も多分いると思うんですけれど、今日のテーマは Ruby の文法における開業の原理原則を知りたいっていう話をしていて、ただ現状では Ruby の文法の一部がレックスステートというものにコントロールされてるんです。乗っ取られてるんですよ、正直言うと。ってことは、ここから原理原則を見つけていくのは非常に難しいっていうのが今の状態です。じゃあどうするかっていうと、モデリングをする必要があって、モデリングっていうのは重要な部分にだけ注目して、他のところを考えないようにすることで、対象の構造っていうのを網羅的に扱うための技法なんですけれども、もうちょっと具体的な話をすると、パーサーもレックスステートも結局、トークンを入力として受け取って動くオートマトンなんですよ。で、最初に触れたように、2つのオートマトンから1つのオートマトンを作ることができるんですね。ということは、パーサーとレックスステートの2つを兼ね備えた新しいオートマトンっていうのを作ることができて、例えばプラスを読んだ後の状態は、パーサー的な目線で言うと A3 っていう状態なんだけれども、レックスステートの目線で言うとエクスプレッションビグなんだよねっていうような、パーサーとレックスステートの状態を合わせ持ったオートマトンっていうのを作ることができて、具体的には何をしたかっていうと、今回リャマの分布を拡張して、レックサーステートというものを記述できるようにしてみました。そこには、いろんな状態がどうなっているかとか、初期状態が何であるかとか、どう遷移するかっていう情報を書いてあげるんですけれど、この時に遷移をどうやって既存の実装から引っ張ってくるかっていうと、ここではトークン、レクサが返すトークンの方に注目してあげて、考えてあげると簡単でした。単行演算子なんかを例にすると、TU プラスっていうトークンが返ってくるときには、設定される可能性があるレックスステートって、読んでいくと分かるんですけれど、2種類しかなくて、ARG ってやつと BEG ってやつで、それはisAfter オペレーターっていうマクロが true か false かの分岐によってしか変わらないので、これをどんどんさっきの DSL の方に移植していくって感じになりますね。で、レックスステートってあと一部のグラマーの方でも更新されるので、グラマー側でもレックスステートを更新できるような分法を足してあげて、ここまで来たらリャマを実行してあげると、レックスステートを記述した結果、いろんなことが分かるようになるんですね。まず例えば、トークンごとのレックスステートの遷移が当然分かります。エンドっていうトークンであれば2つの遷移があって、それは前の状態が F ネームかどうかによって遷移先が変わるんですけれど、これ何を言ってるかっていうと、メソッド名としてエンドを扱っているときとそうじゃないときによって、遷移先の状態が変わってくると。で、文法のルールごとのレックスステートも当然わかるんですけれど、今見たみたいに、エンドっていうトークンは、その後2つのレックスステートを取る可能性があるんだけれども、このメソッド定義のエンドの後ろっていうのは必ずエクスプレッションエンドに1に定まることっていうのが分かったりします。で、これらを組み合わせると、パーサーの状態ごとのレックスステートの遷移が分かりますと。二項演算子のプラスを読んだ後っていうのは常に例えばエクスプレッションベグの状態であるっていうのは機械的にこれ分かるんですよ。はい。で、これで準備が整ったので、開業に関する仮説を検証するために判例を見つけたいと思います。一つ目のパターンは、文法上は開業が出現してもいいんだけど、レクサーが開業を無視するケース。これがあるのかないのか。で、これあるんですけれど、実際には、このレンジみたいなやつ。これ、原則に基づくと、エンドレスレンジと B っていう2つに分かれるべきなんですけれど、実際は1つのレンジにまとまります。これは、レンジのドットの後っていうのはエクスプレッションベグになるので、直後の開業が無視されるからですね。もう一つは無名引数。アスタリスクの後もエクスプレッションベグになってしまうので、直後の開業を無視された結果、これはアスタリスクっていう無名引数ではなくて、アスタリスクエクスプレッションというふうに、解釈されます。他にもアスタリスク2つのケースとか、アンパーサンドのケース、アンドのケースなんかも同じですね。でこれ、デザインされた挙動なのかどうかはちょっと僕は自信がないんですけれど、エンドレスレンジも無名引数も後から足した文法拡張なので、互換性という意味で言うと、今の挙動は多分そんなにおかしいことしてない。ただ読みやすいかどうかっていうのはちょっと別の話だと思ってます。で他にも次のケースとして、同じようなケースなんだけど、今度はパーサー的にはシフトができるかどうかっていうのをチェックすると、not の後のカッコの後ってエクスプレッションベグになるから開業が無視されるんだけど、文法上は開業を書いてもいいって書いてあるんですよね。で、これ別に問題になることはなくて、オプショナルな開業なので別にレクサー側で無視をしてもそんなに問題は起きません。で、3つ目は全く逆のケースで、文法上を開業が出現しちゃいけないところにレクサーが開業を返すようなケースがあるかっていうと、実はこれあって、エイリアスっていうのにグローバル変数のエイリアスを書くことができて、この時だけは、変数の間に開業を書くとシンタックスエラーになるんですよ。こんなこと書かないんだと思うんですけど、これはグローバル変数じゃない場合には、明示的に文法側でレックスステートを1個目と2個目の間でセットしてるから起きないんだけれども、グローバル変数ではそういうことをしていないので、シンタックスエラーになりますと。これ僕は意図してない、考慮盛りじゃないかなって思ってます。で、ラージビギンとラージエンドって使ったことあります？こういうのがあるんですよ、中には。で、これも、キーワードとカッコの間に開業があるとシンタックスエラーになるんだけど、これはもはや、意図的なのかどうかも全然わからないんで、文法のデザインとかに詳しい方がいたら、後で意図を教えてください、これは。はい。というわけで仮説と判例が揃ったので整理をしておきたいんですけれど、Ruby では文が終了できる場所に開業があれば文を終了するっていう仮説については、エンドレスレンジと無名引数という例外がありました。
で、言い換えて、この仮説を言い換えてあげると、式が終了できないところにある開業を無視するって言ったとしても、それはグローバル変数のエリアスとか、ビギンエンドみたいなちょっとエッジなケースではそうじゃない判例が見つかりました。で、ここまでちょっとまとめると、レックスステートっていう非常に混沌としたものがある状態だと文法の原理原則っていうのを理解するのは非常に難しいんですけれど、その文法側にいろんなものを寄せてあげることによって、一つのオートマトンとして管理してあげると、今回どういう時にどういう挙動をするかっていうのが分かって原理原則を検証することができ、検証してみた結果、細かいところで言うと例外が見つかった。ただ細かいので多分原理原則としてその大部分としては先ほど挙げた仮説でそんなに間違ってないんじゃないかなっていうのが今回分かったことです。はい、それではまとめに入りたいと思います。で、このもの何するんですかっていう話なんですけれど、まず誤解してほしくないのは誰もですね、リャマ上にレックスステートを実装したいわけではないんですよ。レックスステートは消したいんですよ、むしろ。ただ今回改めて分かった大原則を思い出すと、Ruby では原則としては文が終了できるところに開業があれば文を終了してよい。っていうことは、開業を無視してほしい、無視してほしくないよっていう情報を、去年も言った気がするんですけど、パーサーがレクサー側に渡すような実装を今後入れていけばいい。これは多分実装そんな難しくないんですよね。ただ、今回一番大きい収穫は、やっぱ例外がケースがどうしてもあって、この部分では例外的に開業を無視してほしいんですよ。もしくはこの部分では例外的に開業を返してほしいんですよっていうことがあり得るので、それに対応するような、グラマー上の文法をちょっと足してあげないといけないなって今回思いました。で、なんでじゃあ文法ファイルの方にこれを記述するかっていうと、皆さん覚えてますか？言語っていうのは文法によって規定されてるし、パーサーというのもまた文法によって規定されてるから文法ファイルに書くしかないんですよ、こういうもの。で、今日はですね、Ruby の文法における開業という、ちょっとよく考えると不思議な文字についてお話をしてきましたと。で、現在の Ruby において開業がどのような原理原則に従って扱われているかっていうのを知るためには、レックスステートの動きを完全に理解する必要があって、文法とオートマトンというその秩序の中にうまいことレックスステートを取り込むことに今回、ある種成功したので、レックスステートの挙動を理解することが人間にできるようになりました。で、例外と原則の話をすると、Ruby では原則として、文や式が終了できるところで開業があればそこで終了するっていう大原則があって、一方でエンドレスレンジ、無名引数といった開業を無視する例外や、グローバル引数のエリアスとかビギンエンドみたいな逆に開業を出してくるような例外というのは一部ではあることが分かりました。でですね、今回の Ruby 会議では、リャマを開発している他のメンバーも登壇するかちょっと紹介させていただきたいんですけれど、一人はワイダーさんという方が明日登壇されますが、リャマのコミッターをしていて、今年 C Ruby のコミッターになられた方で、明日11時10分から発表しますと。で、複雑ながらも洗練されている Ruby の文法構造に注目をして、Ruby の表現力を支える真の法則と原則を解き明かすっていう話みたいなので、今日の僕の話の中で特に Ruby の文法とかそういう構造みたいなところに興味を持った人は多分聞くと面白いんじゃないかなと思ってますが、よく考えるとこれ僕の発表の上位互換な気がするんで、僕の発表はどうだったんだろうってちょっと思いますね。もう一人は小葉潤さんって方で、山のコミッターをされている方で、ILR の実装ということで、今回の話で言うと、オートマトンの方の、オートマトンとしてのパーサーっていうものに興味を持った方がいたらば、この発表は多分すごく面白くて、2日目の16時10分からの発表になります。で、最後に謝辞なんですけれども、普段、アーキテクチャの相談に乗っていただいているナースさんはいつも本当にありがとうございます。で、Ruby の文法の話をするといつもいろいろアイディアというか、仮説というか面白いことを話してくれる AKR さんありがとうございます。で、いつも応援していただいているエアシステムマネジメントの構文解析研究部の皆さん、ドラゴンブック読書会の皆さん、そして LR パーサーギャングズをはじめとしたリャマとか、あとパーズワイにパッチを普段書いてくださって皆さんありがとうございます。で、僕に最後にですね、僕がスライド作成中に気が乗らないんだよなとか弱気なことを言ってると、進捗はまたですかって温かく応援をしてくださった小達さんに今回非常に感謝します。というわけで、本日の発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。